2020年10月16日から31日までの魚座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。10月16日から31日までの魚座さんのリーディングを行います。まずこちらにザワールド世界のカードが出ております。前回のリーディングでは大アルカナでこのワールドの1個前のジャッジメントが出ていたんですね。そしてタロットカードの大アルカナはこのワールドで終わる。このワールドと一緒にサンライズとオスタラ様の目覚めというカードが出ているということで、この時期何か一区切りついて、そして始まっていく、このフレッシュスタートを迎えるような、そういう象徴的な出来事が起きるんじゃないかなと思いました。それもご自身が自分で気づく、何か目覚めるっていうふうにも言われていると思います。このワールドにはラルフ・ワルド・エマーソンの言葉が書かれておりまして、直訳いたしますと、かつてアダムが持っていたものをあなたは持っているし、かつてシーザーが成し遂げたことをあなたは成し遂げることができる。だからあなた自身の世界を築きなさい。という言葉です。自分が何を持っているのか、そして何を成し遂げることができるのか、この時気づく。それは前回のリーディングにもつながってくるんですけれども、自分が何をしたいのか、自分が思っているようなことを外側に出すからこそ、自分自身で何を持っているのか、何を成し遂げることができるのか、どういう世界を築きたいのかっていうことに気づけている。そして何を始めるべきなのかっていうのが分かっている。そして、この自分らしい世界を築いていくためには、不要なものがあるんじゃないですかって言われています。このソードの語というのは、虚しい戦いを指すんですけれども、日常生活で言うと、いわゆるパワハラとかモラハラとか、あと周りが全員敵のような、そういうような環境なんですね。例えば会社で全員がライバルというか、それは競い合うライバルっていうよりは足を引っ張り合うようなライバルとか、何かそういう環境に身を置いてませんでしょうかって言われています。そしてこちらに井戸のカードが出てますけれども、家族の願いが叶うっていうメッセージが書かれてますが、あなたがこの自分らしい世界を築いていく、自分らしい人生を生きていく、こういう虚しい戦いの場から離れていくっていうのは、ご家族の願いなんじゃないかなっていうふうに思います。この虚しい戦いの場から離れなさいっていうメッセージは今年に入ってから何回もカードは違っても出ていて、その場から離れなさい、立ち去りなさいっていうような感じのメッセージで出てたんですけれども、それで8月までにその関係を終わらせていたり、その場から離れていったりっていう方もいると思うんですけれども、でも、それでもそこで気づいていないと離れられないっていうような、気づいていても、その生活のためとか、お金のためとか、そういうことでどうしても抜け出せなかった。
そういうような方が中にはいるのかなって思ったのと、あと8月までに離れられていても、例えばそれが離婚したっていうことでも、その離婚の争いっていうのは、そこできれいに決着がつく方もいれば、裁判になったりとかして、まだここで戦わなきゃいけないっていうような方もいると思うんですね。なので、その争いがまだ続いている、その8月にあなたの中では終わらせたっていう場合でも、ここでまだ未練がましくやり直そうって言ってくるような人がいたりとか、会社をもう辞めたっていう場合でも、何かまた一緒に仕事しませんかっていうようなお誘いが来たりとか、あなたをまたそこの場に引き戻そうというような力も働いてくるかもしれないんですけれども、こちらにワンドの9も出ておりまして、自分自身を必死で守ってくださいって言われています。多分ご自身でも分かってるし、あとご家族の方がそれをとてもよく分かってると思うんですけれども、あなたはこういう虚しい戦いの場にふさわしくない人なんですね。だからこそ離れるべき、そういう人とは距離を置くべき、そういう人とは別れるべき。前回も申し上げましたけれども、この火星のエネルギーが強い時っていうのは、それをポジティブに利用できる人もいれば、もともと怒りっぽい人とか、あと暴力を振るいがちな人っていう人が、その火星のエネルギーに触れてしまうと、それは言葉の暴力もそうなんですけれども、エスカレートしていってしまう。だからこそ8月末までにあれだけ終わらせなさいって言われていたんだと思います。でもあなたはこの火星のエネルギーを利用して、そういう人たちから自分を守る。この時は自分らしさっていうのに目覚めて、その自分らしさっていうのは今を生きている自分の自分らしさですね。その今を生きる自分らしさっていうものを活かして、自分らしい人生を作り上げていくフレッシュスタートのタイミングになるんですけれども、例えば、その先ほど申し上げたようなこの足止めになるような、このあなたのこの歩みを一時停止させるような出来事が起きたとしても、この時はその考えることをやめないでくださいって言われてる感じもするんですね。ですので、戦略を練り続けるとか、アイデアを出し続ける、ブレインダンプしていく。自分の中にエネルギーとしてのアイデアを溜め込まない。頭の中だけで考えて練っていくんじゃなくって、外側に出していく。例えば書き出していくとか、そういう風にして、ご自身の中の思いっていうものを、たとえ前に進めなくなったとしても、アイデアを外側に出し続ける。そういうことをお勧めされています。そしてこちらにフレンドシップというカードも出ておりますが、この時友情のありがたみを知るって言われていると思います。この友情がきっかけで虚しい戦いから離れることができるとか、あと目覚めることができるとか、新しく始めることができるとか、もしかしたらそれはこの裁判費用を貸してくれる支援者が現れるっていうことでもあると思いますし、何かこのあなたをどうしてもそういう場から離れさせたいっていうエネルギーが働いていくんじゃないかなって思います。それはご家族の思いでもあり、ご友人の思いでもある。何かあなたが思っている以上に周りから愛されているんじゃないかなって思います。あと、この虚しい戦いっていうのは、いわゆる SNS とかでの誹謗中傷とかも含まれてくると思うんですね。あと、あなたをめぐる噂話とか、もしそういうことに苦しんでいる方いらっしゃいましたら、自分なりにそこから身を守るためのメソッドを見つけるんじゃないかなと思いました。それは、あなたが新しく何かを始めていくために必要なメソッドになる。それを始めてもらいたいからこそ、あなたらしい世界を築いてほしいからこそ、そのアイデアがあなたに降りてくる。この時期は自分で自分を守りながら、自分の世界を築いていく。
守りながらも前に進んでいくようなエネルギーなんですけれども、この自分で自分を守るっていうのが一番大事なんですが、でも、このご家族も、そしてご友人も、あなたがこの虚しい戦いの場から離れるっていうことを心から応援してくれている。このご家族っていうのは、亡くなったご家族も含まれてると思うんですね。ですので、それだけ愛されているっていうことを忘れないで、自分らしい自分自身の世界を築いていただきたいなと思いました。それでは10月16日から31日までの魚座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。